私はカクアリサです。12歳です。私はサウスポイント中学校7年生です。よろしくお願いします。今日は日本の神話のお話をしたいと思います。よろしくお願いします。神話はどの国にもあります。神話は神様や国の始まりの話です。日本の神話は1300年ぐらい前にできた古事記や日本書紀という本に書かれています。私は古事記から2つのお話がしたいと思います。よろしくお願いします。日本の始まり。世界ははじめ、天も海も地もはっきりしていませんでした。しかし、天と地もできて、たくさん神様たちが生まれました。その神様たちは高間ヶ原に住んでいました。高間ヶ原で住んでいた神様たちは会議をしました。高間ヶ原は天の国です。その会議で若い男女の神様を呼びました。その男の神様のお名前はイザナギ、女の神様のお名前はイザナミ。他の神様たちが言いました。二人一緒に国を救いなさいと言った。その頃、高間ヶ原の下は水と油の海のようなものでした。その二人はその天の美しい橋の上からその長い長い矛をずっと下の水にと油の海の中に下ろしました。それからその矛を上の方へ上げました。すると矛の先についた油のようなものがポトリポトリ落ちました。それは地面になって島々になりました。その二人はその島に降りて結婚しました。二人ははじめに淡路島を生んで、次に四国、次に沖ノ島、次に九州でたくさん島を生みました。その島々は今の日本になりました。終わり。次はアマテラス大神のお話です。よろしくお願いします。昔々、その昔、まだ世の中に神様たちが住んでいた時のこと。宮崎県高千穂には太陽の神様アマテラスとその弟のスサノオがいました。暴れん坊でお調子者のスサノオはアマテラスの国で大暴れをしていました。ある時、アマテラスが大事にしている旗織りをする建物に馬を投げて壊しました。アマテラスは怒ってもういいやと言って天の岩戸に閉じこもってしまいました。アマテラスは太陽の神様でしたから世界はもう真っ暗になってしまいました。他の神様たちが困ったなんとしてアマテラスに岩戸から出てきてもらわないと大変なことになってしまうと言いました。そこで神様たちは作戦を立てました。アマテラスは岩戸の中に閉じこもっていると何か外から騒がしい音が聞こえました。外では踊り子の雨のうずめが楽しく踊っていました。神様たちはそれを見て楽しそうに笑っていました。私が隠れているから世界は大変なはずなのに、どうしてみんな楽しいの？そしてアマテラスは少し岩戸を開けてみました。神様たちは言いました。アマテラスよりもっと素晴らしい神様が見つけた。よかった。そして岩戸の少し空いた隙間に鏡を置きました。その鏡に映った自分の姿を見て、キャッ！すごい！
綺麗、素敵、素晴らしいってびっくりしていました。その時、力持ちの神様の力王が岩戸の岩をどかしました。そしてアマテラスを外に引っ張り出しました。こうして光は戻りました。また平和な日々が戻りました。めでたしめでたし。終わり。